お世話になっております。マサルです。今回はデジタル証明書の検証方法について一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。まずデジタル証明書について少し復習をします。その後、デジタル証明書の検証方法について勉強します。それでは始めていきましょう。デジタル証明書の中には公開鍵の情報とその公開鍵の正当性を保証する情報が含まれています。デジタル証明書にはその公開鍵が誰の公開鍵なのか、そして有効期限がいつなのか、そして発行した認証局はどこなのか、様々な情報が書かれています。デジタル証明書を受け取ったクライアントはデジタル証明書を無条件に信じることはできません。デジタル証明書を信頼しても良いのか検証する必要があります。そこで認証局名の情報と認証局のデジタル署名の情報を確認します。認証局のデジタル署名は認証局の秘密鍵を使って署名されているので、このデジタル証明書を発行した認証局の公開鍵が必要です。今回はどのようにデジタル証明書を発行した認証局の公開鍵を入手してデジタル証明書を検証するのか一緒に勉強していきたいと思います。それでは今回の本題、デジタル証明書の検証方法について勉強していきましょう。結論からお話しすると、デジタル証明書の検証方法はルート証明書によって検証することができます。具体的な流れで見ていきましょう。まず Web サーバーは CA4 という認証局によって発行されたデジタル証明書を利用している場合で考えていきます。Web サーバーのデジタル証明書を受け取ったクライアントは、この Web サーバーのデジタル証明書を信じても良いのか検証を始めます。実はこの時に受け取っているデジタル証明書は一つではありません。多くの場合、中間認証局のデジタル証明書も一緒に受け取っています。今回の場合、Web サーバーは Web サーバーの証明書、CA4 のデジタル証明書、CA1 のデジタル証明書も一緒に渡しています。クライアントはこの複数のデジタル証明書を使って検証を行います。まず Web サーバーのデジタル証明書を発行した CA4 のデジタル署名を検証するために CA4 の公開鍵を手に入れる必要があります。CA4 の公開鍵は CA4 のデジタル証明書に含まれています。CA4 のデジタル証明書は CA1 によってデジタル署名がされています。そこで CA1 の公開鍵を手に入れる必要があります。CA1 の公開鍵は CA1 のデジタル証明書に含まれます。CA1 のデジタル証明書はルート認証局によってデジタル署名がされています。そこでルート認証局の公開鍵を手に入れる必要があります。ルート認証局の公開鍵の情報は基本的に Web ブラウザーにデフォルトでインストールされています。なのでルート認証局の公開鍵はすでにクライアントは手にしています。クライアントはルート認証局の公開鍵を使ってルート認証局の署名を検証します。検証して問題なければ、この CA1 のデジタル証明書を発行したのは確かにルート認証局であると判断することができます。なので、この CA1 のデジタル証明書を信頼することができます。次に CA1 のデジタル証明書に含まれる CA1 の公開鍵を使って CA4 のデジタル証明書に存在する CA1 のデジタル署名を検証します。検証結果、問題なければ CA4 の公開鍵を信じることができるようになります。次は CA4 の公開鍵を使って Web サーバーのデジタル証明書についている CA4 のデジタル署名を検証します。この検証も問題なければ Web サーバーの公開鍵を信じて利用することができるようになります。このように認証局が階層構造になっていることと、クライアントは事前にルート認証局の公開鍵を含むルート証明書を持っているおかげで、クライアントはデジタル証明書の検証をすることができています。少し複雑ですが、よくできていますよね。CA4 はルート認証局配下の CA1 配下に存在しています。デジタル証明書を検証するには、この経路で検証する必要があります。この経路のことを認証パス、もしくは認証チェーンと言います。あとは自己署名証明書についても覚えておきましょう。ルート認証局は階層構造の最上位に位置するため、デジタル署名をしてくれる組織がいません。そこでルート認証局は自分自身でデジタル署名を行います。このように自分自身のデジタル証明書に対して自分でデジタル署名をしたものを自己署名証明書、別名オレオレ証明書と言います。
本来デジタル証明書は信頼できる第三者がデジタル署名をすることで信頼性を保証するのですが、階層構造の最上位にいるルート認証局だけは別です。自己署名証明書を利用していることを覚えておきましょう。それでは今回も動画をご覧いただきありがとうございました。最後におまけ動画用意しています。最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティと Twitter を使った情報発信もしています。オンラインコミュニティは参加者さん同士で横のつながりを作れるように工夫しています。無料お試し期間もあります。ぜひお気軽にオンラインコミュニティ遊びに来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回はデジタル証明書の検証方法について勉強しましたね。その中で自分のデジタル証明書に対して自分でデジタル署名をする自己署名証明書についても勉強しましたね。別名オレオレ証明書ってやつです。ではオレオレ証明書の問題点は何でしょうか。少し考えてみてください。一つの例として Web ブラウザが警告メッセージを出して利用されなくなるという理由があります。接続したウェブサイトで警告メッセージが出てきたら危ないサイトだと思ってそのウェブサイトを利用しませんよね。せっかくサーバーを作っても利用されないのでは意味がなくなります。試験ではこのように理由を考えさせる問題が多いので理由を言葉にできるようにしておきましょう。それでは今回もご視聴ありがとうございました。お後がよろしいようで。